皆さんこんにちは、タビクルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はバリ島旅行の後編ということで、2泊目と3泊目のホテルと観光、日本への帰国までの様子をお届けします。旅行全体の概要については前編でご紹介していますので、まだご覧になっていない方はぜひ合わせてご覧ください。初日の観光を終えてウェスティンホテルに到着しました。まずはホテルの概要をご紹介します。ウェスティンリゾート&スパウブドは世界遺産もあるバリ島の人気観光地ウブドの中心部にあり、観光には大変便利な立地です。客室は全120室、全室が49平米以上と比較的広い客室が中心となっています。開放的なエントランスを入るとフロントが見えてきます。フロントの奥には待ち合わせにも利用できる展望スペースがあり、上からプールと景色を見ることができます。さらに奥には開放的なロビーバー、上から見る景色はまさにジャングルのようですよね。フロント奥にはショップがありました。おしゃれな雰囲気の店内には衣類や工芸品などセレクトショップのようになっています。1階へやってきました。メイン施設の一つ、プールです。100メートルくらいありそうなとても広いプールで、奥はせり出していて、いわゆるインフィニティプールになっています。周囲の景色はまさにジャングル、ウブドの自然を満喫できますね。リラックスできるチェアも十分に用意されていて、さらにはバーもありますから、じっくりと楽しむことができます。こちらはキッズスペース、屋内遊具と外には浅いプールがあります。設備も十分なフィットネススタジオは24時間無料で利用できます。フロントでチェックインです。ウェルカムドリンクとしてなんとキュウリのドリンクをいただきました。今回はポイントでボトムのお部屋を予約したんですけども、大きくアップグレードされていましたので、お部屋の説明のところで紹介します。ウェスティンウブドにはラウンジはありませんけども、カクテルインビテーションとしてロビーバーでワンドリンクをいただくことができます。マリオットのプラチナメンバー特典として1000ポイント、アメニティ、ドリンク&フードから選べますが、今回はドリンク&フードをチョイスしました。お部屋のご紹介をする前に、まずはカクテルインビテーションをいただきます。こちらでいただきますか。こちらがレッドサングリアと白ワインですね。で、おつまみもついてきて、ポテトチップスと豆かな、これ。すごい、これなんか紫のポテトチップス。美味しそう。乾杯。バリに来て初ワインです。美味しい美味しい。サングリアもね、こんな感じでフルーツが入ってて、ちょっと甘めで、これも美味しいです。付け合わせのさつまいもチップス。紫色なんだね。美味しい。お部屋をご紹介します。行くよ行くよ。どうですかこれ。あ、すごいグレードアップしてるすごいね、いいお部屋だ。いいお部屋です。ちょっと待って、まずここがリビングでしょ。リビングね、
ここが大きいベッドが一つ、キングサイズのベッドが一つ、バスルーム。バスルーム、はい、奥にもうちょっとですね。こっちがシャワー。シャワールームでトイレ。トイレ。湯船はなくてシャワールームだけになってるんですね。ホワイトティーというブランドのシャンプーがボトル式で用意されてます。ここはちょっと待って、この扉。トイレもう一個ある。2つ目のトイレ。これでトイレ戦争はなくなったね。3人で今日の朝大変だったからね、トイレ戦争。一見ウォシュレットなさそうなんですが、実はこのレバーがねウォシュレットになっていて、そのレバーを押すとシャーッと出るということですね。こっちのベッドルームもなんかすごいおしゃれだよね。ねえ、おしゃれだしさ、大きいよ。大きいね、ベッドがね。こっち側はなんだろう、これクローゼット。下にはスリッパ。スリッパが2つ、ここは。こっちもオープン。こんな感じです。ガウンがあって。開けてみよう。ドキドキです。暗いけどね。お部屋からの景色はこんな感じです。まあまあ広めのねテラスになってまして、テーブルとチェアがあって、でまあ屋根もねかかってますんで、雨が降っても安心という感じですね。奥まで来るとこの景色です。もう本当に周りがね大自然に囲まれたホテルになってますよね。壁もこんな感じでね、おしゃれな感じで、おしゃれです。ここにはコーヒー、これコーヒー、ネスプレッソかな、あとはコーヒーカップと、これはコーヒー。コーヒーだね。ペパーミントリーブスだから紅茶だね。いいじゃないですか。あとはミネラルウォーターがいっぱい。でじん、空です。冷蔵庫は空でした。空です。これはちょっと意表をつかれたな。なんか入ってそうな気がしたけど。多分テレビは見ないと思うけどね。ね、洗面が2つあるのはいいね。これ何？ボディーローション。ボディーローション。石鹸。石鹸だね。これはマウスウォッシュ。あ、そうだね。これなんだろう、バニティキットでしょ。ソーイングキット。いろいろあるね。これはデンタルキットだよ。これは歯ブラシ。タオルですね。にあります。タオルもすごいいっぱいある。それはドライヤー。ドライヤー、ランドリー。お部屋で Wi-Fi が利用できます。この場所でのね通信速度は11メガ bps でした。あとね、携帯の電波も問題なくつながりますね。アウトレットは 220V から 250V のユニバーサルタイプ。こちらは充電器のこの部分を見て対応していれば大丈夫です。Yes. Oh, thank you. So we have a beer for you as yes. welcome gift. Thank you. So このビールはプラチナステータスの特典でいただきました。今回ねちょっと到着が遅めだったので、お部屋でルームサービスでいただくことにしました。パスタのナポリタンですね。そしてこちらがナシゴレン。あとはこれはねクラブサンドイッチ。ホテルにしてはねそんなに高いわけではなくて、なかなかリーズナブルな。ナポリタンっていうよりかはトマトソースのこうで和えたような感じ。のっけてか、はい、こんな感じで。もうパリパリ。お昼食べたナシゴレンとまた違うな。ナシゴレンはちょっとマイルドな感じ。これはいいね。ルームサービス。ね、いいね。豪華。これでお部屋でいただけるなんて。ね。どうですか？パストラミビーフみたいなの入ってるな。これは。あとねローストチキン。あ、ローストチキンか。あと卵、トマト。美味しそう。ボリューム満点。朝食はレストランタビアでビュッフェをいただきます。テラス席がとても素敵でしたので、こちらでいただくことにしました。食材は洋食からバリ料理、
スイーツまでとても豊富です。食パンやバゲットのコーナー。パンはいろいろあってとても美味しそう。カラフルなパンが並びます。ジャムもとてもたくさん。パンケーキとフレンチトーストはライブで作ってくれます。ベーコンやソーセージなどの肉料理のコーナー。卵料理のコーナー。ローカルフードもいろいろありますよ。お米とお肉を葉っぱで包んだちまきのようなお料理。中華料理のコーナー。こちらは肉まんでしょうか。シーフードを揚げたもの。シューマイはせいろで熱々です。こちらはサラダバー。巻物。ピクルスやチーズ。バクソアヤムはインドネシアの肉団子スープです。オムレツもトッピングを選ぶとライブで作ってくれます。おかゆは白と黒がありました。スイーツのコーナー。ローカルなスイーツはとてもカラフルです。ドーナツやケーキ。バリ島はやっぱりフルーツが美味しいんですよね。シリアルなどのコーナー。ヨーグルト。ドリンクもフルーツを中心にいろんな種類がありました。コーヒーや紅茶。では実食です。では朝ごはんをいただきます。塩ラーメンみたい。美味しそうだね。美味しい美味しい。すごい。これめちゃめちゃうまそう。すごいね。しっかり下にパンもあるね。こんな感じです。パンはカリフワだよ。あったかい、柔らかい。中にご飯これね、よくなんかこう道端で売ってたりする。売ってるよね、弁当みたいなね。あれだよ。梨チャンプルってやつだこれ。ご飯はタイ米だね。そうだね。こんな感じ。食感が面白い。コリコリ当たる。美味しい。お肉も柔らかいし。フロントでチェックアウトです。今回泊まった3つのホテルの中では最もリーズナブルですが、十分な施設と素晴らしいホスピタリティに大満足でした。この日の観光はまずはウブド王宮を目指したんですけども、朝から渋滞がひどくてすぐ近くまで行くのにもとても時間がかかります。道の近くまで結構猿さんがいるんですよ。いるいる。そこがいるね。これもある。これ上左のいるほら。いた。ね、お猿さん。いた。冬いうところで値段交渉そんなにできないんですよ。ただ割引がもらえる。例えば2個買ったら1個おまけだとかね。お仕事終わってから仕事の折々料理作ってからご飯もある。これは魔物のために。これは神様のため。なるほど。そう、うちはここは神様。下は魔物のため。王様の休憩所みたいなところ。だからここから向こうの市場を見ると今日の経済はどうですかとか、ここからコントロールができる。ウブド王宮は16世紀頃にかつてウブドを統治していた王族の王宮です。現在の建物は1900年代後半に建てられました。王宮内には現在も王族の末裔が暮らしています。また夜には
伝統舞踊の公演も行われています。毎日、7時からですね、やります。夜の7時から。ここから奥には入れない。入れないです。ああ、人が住んでる。外国人は、玄関みたいな感じだ。そんな感じなんだね。あ、こうやって住んでるわけ。住んでる。ここだけじゃなくて、あちらの方にもあるんですね。あ、こっちもかやぶきあるんですね。あります。よく使います。今王宮の前の市場来たんですけども、私もカエルなんですけど、でも私あまり言わない。怒られちゃうから。中に入って値段交渉したら怒られるらしいので、もうガイドはなんで自分たちで交渉してくださいと。結構奥まであるんだね。値段が全くついてないという。パッさんによると、まずは値段を聞いて、だいたい3分の1くらいで交渉するといいということでした。これちっちゃいのあるね、可愛いと思わないこれ。これって大体相場いくらぐらい？来ました。45万。4000ぐらい？4000円ぐらい。4000ちょっと。ディスカウント。ですか？いくら欲しいって。15万。15万。25万。25万。オッケー、来た。15万？いや、これだけで。15万でいいの？15万なら買います。これする？これ。ルフィ。15。ありがとう。続いて次のホテルに移動するためにウブドから南へ向かいました。ウブドを出るまではやはりかなり渋滞でノロノロでしたよ。ウブドを出て最初にやってきたのはバリの工芸品のバッグ屋さん。妻が自分と母親のお土産のバッグを購入したいとパスさんに伝えて連れてきてもらいました。バッグ？ああ、そうなんですか。これから。あ、そう。全部手で作ってるんですか。全部手で編みます。すごい。ハンドメイドだ。3日間ぐらいかかります。玉でで。ああ、干してね。おお、すごい。すごい。あ、いぶして。なるほど。これが31万9000だから3000円くらいかな。僕は67万9000だから6000円ちょっとぐらいかな。37万9000だから多分1割引きで3000円ぐらいかな。こちらのバッグは57万9000ですから、多分5000円しないぐらいですかね。ね、可愛いかも。お母さんに合うかも。まず今回買うのはこちら89万9000ルピア。中はどんな？24万9000。あ、そんな高くないね。楕円形の物入れ19万9000、600円だね。ということで今回はこちらの3点を購入しました。バッグ屋さんの後は日本にはないアトラクションということでグラスブリッジを体験してみることにしました。ここではいくつかアトラクションがありますが、今回の目的グラスブリッジだけのチケットを購入。さあやってきましたよ。ドキドキしますね。大丈夫なのこれ？下見ないから私。おー、すごい。すごいへっぺり腰だ。腰が抜けてます。すごい。あそこは何やってる？あ、滝が見えるよ。滝が見えるよ。よくそんな端っこを歩けるね。なんで？怖いんだけど。下は一切見ない。いや、下を見ないと面白くないんだ。ほら、川見えてきた。ほら。あ、川？いや、下。いや、見ない。下に川が見えてきたよ。見ない。
川が真下に見えるよ。何この割れた音。ちょっと待ってこれ何そういうのがあるの？ちょっとそういうのいらないから怖すぎ。ガラスが割れた音を出してるよ。おじさん見て、歩くたんびにほらおお、割れてるよ。ひび割れの映像演出してる。おお、この音が嫌だね。何このロープは何これ。お、結構すごい景色、絶景です。でもこの辺りまで来るとなんとなく少しほっとしてくるんだけど。頑張って帰りは真ん中を歩くようにする。なんか濡れてたからさ、来るとき。そう行くとき濡れてたから、あれはちょっと嫌だった。おお、慣れるとでもそこでちょっと途中でいさ笑うですよ。膝がね。膝が笑う。ここね、音がね、演出がすごいね。Sir, please. なんとか無事に戻ってきましたよ。戻ってきた。昼食とショッピングを兼ねてサヌル地区にあるアイコンバリにやってきました。アイコンバリは2024年にサヌル地区にオープンした大型ショッピングモールです。入り口でセキュリティチェックがあります。とても大きいショッピングモールでした。レストランもたくさんありますが、今回はこちらのキムカツというカツ丼屋でいただきました。食事の後はこちらのお店でショッピングです。じゃあコネコ32万2000円、結構するねこれは。バリコーヒーは1個450円ぐらい。果物の赤いの。これ買ってみようか。値段ね、1本200ちょっと。そんな高くない。でもやっぱね、コーラとかがすごい安い。60円ぐらい。さて、バリ島は銀細工が有名なんですけども、この日の観光の最後にはバリ島南部にあるチュルク村にやってきました。こちらの村では古くから手作りのシルバーアクセサリーの生産が有名で、別名シルバー村とも呼ばれています。今走っている道路の左右の建物に看板が出てるのが分かりますかね。実は全て銀細工のお店で、それが数キロにわたって延々と続いています。今回はこちらのお店に案内してもらいました。銀を作る工程を説明してもらってからお店に案内してもらいます。これバリらしいで。やっぱ銀だからそこまで高くないよね。銀本物サビないの色ね。屋根段はテカジャナクテ割引があります。20%ともしたくさん買えば100メーターどんどん安くなる。なるほど。値段お勉強。お勉強ね。はい、本当。元の値段344万。344万。マイナス40%260万4000。さて、観光も終わって3泊目のホテルヌサドアにあるセントレジスバリに向かいましょう。ヌサドアまでは高速道路があるので渋滞もなくすいすいでしたよ。Good afternoon, welcome to the Sun Regis Bali. This is my welcome. Thank you. Have a nice day. セントレジスバリに到着しました。まずはホテルの概要をご紹介します。
バリ島の南端ヌサドア地区。ラグジュアリーホテルが集まるヌサドア地区のホテルの中でも最高級ホテルの一つがセントレジスバリリゾートです。プライベートビーチに面したビーチビラ、海水のラグーンプールを囲んだラグーンビラ、そしてガーデニアビラとホテル棟からなる全123室、すべてのお部屋が90平米以上のスイートないしビラタイプというラグジュアリーリゾートになっています。フロントロビーは開放的でバリ島らしい雰囲気。家具や調度品はすべて高級なものが使用されています。まずはプールとビーチをご紹介します。ラグーンビラの中心部にある大きなプールがシーソルトラグーン。名前の通り海水のプールです。ラグーンビラの客室からはこの大きなラグーンにダイレクトにアクセスできます。プールは圧倒的に開放的で、周囲には樹木や休憩スペースなども設置されており、まさにバリ島らしいラグジュアリーなプールとなっています。そしてビーチの手前にあるプールは淡水プール。広さはそれほどではないものの、周囲には休憩用のカバナが多数設置されており、プライベート感十分にビーチとプールを楽しむことができます。最終日にたっぷりと楽しんだプールの様子は後ほどご紹介します。そして奥に行くとプライベートビーチです。いやー、素晴らしいですよね。綺麗な砂浜と遮るもののない水平線の景色、そして用意された多数のソファーに座れば圧倒的に贅沢な時間を過ごすことができます。ビーチに面したレストランカユプティ、こちらでは素晴らしい景色を見ながら食事をいただくことができます。マリンアクティビティの受付もありました。こちらはスパ&エステイリジウムスパ。フットマッサージの様子は後ほどご紹介します。スパの奥にはフィットネスジムがありました。施設の充実したこちらのジムは宿泊者が無料で利用できます。さて、ホテルに到着するとまずはセキュリティチェックがあります。その後、こちらに座ってチェックインです。ウェルカムドリンクとしてジャスミンティーをいただきました。少し甘みがあるハーブティーです。マリオットプラチナ会員の特典として朝食2名分無料1000ポイント、そして30分のフットスパから選択できますが、今回はあらかじめ朝食込みのプランだったのでフットスパを選択しました。チェックインが終わるとバトラーさんが客室まで案内をしてくれます。こちらのバギーでお部屋に向かいますが、最初に敷地内をバギーで一回り回って主な施設を教えてくれました。ここだ。あ、こっち。ここです。着きました。Welcome to your room, please. あちら側がフロントで、そしてこちらが僕らの部屋、さらにこちらには、海が見えてますけども、今回の部屋はこちらの奥にあるガーデニアビラワンベッドルームビラというお部屋になります。まずこちらは玄関の前のね入り口ということで鍵はいらないんですけども、奥の方にさらに、本当の入り口があるんですね。こちらかなり立派ですよね。鍵はこんな感じのカードキーになってまして、こちらはセントレジスのロゴ入れの鍵となっています。
さあそしてこちらがガーデニアビュラのお部屋になります。こちらのお部屋はねプールまで入れてね400平米以上のお部屋ということでアップグレードをしていただいたお部屋ということになります。ちょっと照明が薄暗くなっていて、中央には大きなシャンデリアともうなんというかいかにもパリ風のねこの素敵な天井になっています。そして入ったところはこんな感じの石になってるんですけども、奥の方はフローリングの床になってまして、そして奥の方にリビングスペースがあるという感じになっています。まず入っていきなり最初にねお迎えしてくれるのがこちらのウェルカムフードですね。フルーツとケーキですね。そして真ん中のケーキの周りにはバラが敷き詰められていて、さらにこちらはプリンでしょうかね。手前にはねこんな感じでクッキーお菓子がありますね。めちゃくちゃおしゃれなテーブルになっています。さあそしてこちらがリビングということになりますけども、中央にはね大型のテーブルがあって、その周りには座り心地の良さそうなソファーが並んでいます。もう本当にね贅を極めたようなお部屋になっています。すごいですよね。さあそしてこちらがベッドルームですけども、伝統的な感じの天井からシャンデリア、そして天蓋っていうんですかね、このいわゆるモスキートテントがついたベッド、こんなベッドなかなか見たことないんですけども、そして下にはキングサイズのベッドがあって、さらに驚きはこちらの白鳥のタオルアートが置かれてて、真ん中にバラがあります。ここにも高級なソファーがあります。こちらにはかなり立派なデスクがあって、ダイソンのドライヤーですけども、ドレッサーのような感じの役目もあるのかなというふうに思います。あとはこちらの麦わら帽子とこの使い勝手の良さそうなカバン、こちらはね無料でいただけるということで、ここにセントレジスっていうね、マークが入ってますけども、なかなか高級感のある、プレゼントということですね。そしてこちらのバスルームもすごいですよね。床に大理石から、そして左側にはバスタブがあって、奥の方には洗面があるという感じで、雰囲気すごいことになっています。これ驚きですよね。もう全面にバラの花、白いバラと赤いバラが敷いてあって、そしてなんと I love you、一応ですね今回結婚記念日の宿泊ということをホテル側にお伝えしていたんですけども、そしたらこんなおしゃれな装飾をしてくださいました。ちょっと恥ずかしいんですけどね。何か記念日の時は、ホテル側にお伝えしておくと何かしてくれるのかもしれません。さらにこちらに行くとシャワールームがありました。通常のシャワーと上にはレインシャワーがありました。ちょっとブランドわかんないんですが、シャンプー、コンディショナーとボディーソープというふうに用意されています。いやこれもね高級感すごいですよね。まずシンクが2つ、真ん中にはねなんと小さいテレビがあります。そして左右に非常に大きい鏡がありました。ソープ類がね用意されてて、あとはこのミネラルウォーターですけども、このセントレジスのねロゴマーク入りの瓶ですが、口のうがいはねこのミネラルウォーターでやってもいいですよということですよね。これはマウスウォッシュですね。それからシャワーキャップ、コットンパッド、そしてこちらは歯ブラシとシェービングキット、ひげ剃りですね。それからこちらは櫛ですね。とこちらはローファーというふうに書かれてますけども、スリッパでしょうかね、ありました。トイレはねこちらの部屋は2つあるんですけども、こちらが1つのトイレで、これがウォシュレットですね。サニタリーバッグも用意されていました。ウォークインクローゼットになってまして、セーフティーボックスと、あとはこちらハンガーと、それからガウンがかかってますね。下にはランドリーバッグと、こちらはスリッパですね。かなりふかふかで履き心地のいいスリッパですね。お部屋のプールです。結
結構な深さだよ。深さ結構ある。 1.3 メートル。 1.3 メートルで、こんな感じでガゼボっていうんだっけ、ガゼボね、ここでお休みどころみたいなね。そう水だけどぬる水みたいな感じの。いいね。すごい。手すりと段差がしっかりあってそういいよね。いいね、入りやすそう。これもね、晴れてれば最高だろうけどね。ここでこうゆっくり休んで。そうだね。面白いね。ここでシャワー浴びて、これどういうあれかな、海から帰ってきてシャワー浴びてプールに入るとこかな。すごい嵐の前だったね、風がすごいんだけど、もう上の方のね、この装飾とかもすごいね。王様になった気分だよ。さあ、そしてさらにリビングからこちらにまたスペースがあるんですけども、まずはこちらはミニバーになってますね。こちらのミネラルウォーターは無料で、何回でもおかわりできると。アルコールはね有料となっています。かなり立派なグラスがありますよね。下にはスナック類がありますけども、こちらも有料ということになってます。そしてこちらはキッチンのようなスペースですけども、エスプレッソのコーヒーと、それからなんと TWG の紅茶がたくさん用意されてます。こちらはコーヒーバッグですね。 IH のヒーターがあって、そして電子レンジですね。それからなぜかパン焼き器もありました。さらに冷蔵庫かなり大きいんですよね。ソフトドリンクと、あと下にアルコールがありますが、どれも有料ということです。こちらにもベッドがあるんですけども、実はこちらはバトラーさんのスペースということで、お手伝いさんを連れてね泊まりに来る方もいるということで、そういう方が泊まれるようなスペースもあるということになってます。これは驚きですよね。こういう感じ？いいと思うけど、おばさんにも貴婦人みたいだよね。何これ？何？グリーンティー。グリーンティーのボディーローションとかナチュラルソープとか書いてあるよ。すごい。すごいね。これくれるんだね。くれる。こんなね巾着があったんですけども、こちらにね娘の名前とこんな可愛いね絵の描いたウェルカムメッセージがあって、なんとセントリジスバリのキャップと子供用の T シャツみたいです。あとは色鉛筆と塗り絵ですね。これ全部いただけるんだと思います。これもなかなか気遣いのあるサービスですよね。セントレジスのサービスですけども、ドリンクサービスですね。コーヒー、カフェラテ、カプチーノ、紅茶、緑茶、こちらは何度でも24時間ドリンクサービスしてもらえるということみたいです。一人バトラーさんがついてくれて、プールとかねレストランに移動するときにバギーで迎えに来てくれるというサービスもありますね。お部屋で Wi-Fi が利用できます。通信速度はね 34Mbps ですので、まずまずですね。ちなみに携帯の電波も問題なくつながります。夜の6時15分からシャンパン開封イベントということで行ってみることにしました。ホテル島までは歩いても行けるんですけども、バギーを呼ぶことにしました。会場はこちらのセントレジスバー。素敵です。ほら、これジュースくれ。レモネード。なんかおい、ちょっと萌えですね。高級感ありますね。高級感あるね。現実に戻りたくないな。明日飛行機が無事に飛びますように。そうね。今日すごい天気悪いから。風がね強いから。そう願って。
夕食はレストランデュランでインドネシア料理です。ちょっと散歩がてら。あ、書いてるね。さあ、デュランって書いてる。デュランとはかつて王族の食卓で使われていた円形の基本の名前です。入り口ではお花を飾ってくれて、お水で手を清める儀式がありました。お茶みたいなドリンクで、なんかいろんな成分が入ってるみたいです。なんかね、野菜ジュースみたいな感じ。妻はワイン、私はモクテルで乾杯です。最初のお料理は生サンバル、香辛料を使ったインドネシアの家庭料理です。お米や豆腐でできたスナックの上に乗せていただきます。辛いのつけて食べます。油揚げみたい。美味しい美味しい。これが一番辛いらしいんですけど、でもそんな辛いわけじゃないな。続いてはバリの伝統的なチキンスープ。メイン料理がやってきました。木のお盆の上に小鉢が並ぶスタイルがバリの家庭料理のスタイルということです。ロングビーンと若いパパイヤのサラダ、サワンガン海藻サラダ、グリルしたタコをバリ風のスパイスで、スマッシュドビーフ、オーガニックの鴨を若い竹筒で焼いたもの、グリルしたバンブーロースター、これは美味しそうですよね。ひき肉のチキンサテリット、甘辛ビーフサテプレチング、いただいてみましょう。こんな感じでよそいました。すごいです。ロブスターはもう取りやすい。すごいね、すごい身がプリプリだし、すごいね。美味しい。美味しいよね。サラダとご飯でね、なんかこう混ぜながら。混ぜながらね。お肉もゴロッとついてて、お肉と一緒に食べてるのかな。お肉美味しい。すごい、めちゃくちゃ美味しい。鶏かな。鶏肉みたい。ご飯も美味しいよ。焼肉みたいなサテね。美味しい。ホテルでこういうの食べれるのはいいね。ね、いいよね。バリ料理だよ。Traditional Balinese dance. Thank you. 最後にバリ風のスイーツがやってきました。お花が添えてあってとても華やか。黒米のパフェ、ココナッツシャーベット、蒸したもち米、ココナッツネクター、ナツメグのアイスクリーム、バナナブレッド。締めは見た目も楽しめるサイフォン式のコーヒーです。料金は大人99万ルピア。食事内容は比較的軽めですが、バリのお料理と舞踊を目の前で楽しめて、まさにバリを満喫できる素晴らしいディナーでした。早朝、
バトラーさんにコーヒーとカフェオレをお願いしました。いつでも入れたてのコーヒーをいただけるのは最高ですよね。朝食はビュッフェレストランボネカでいただきます。会場はとても広く、そしておしゃれ。テーブルにはナイフとフォークがセットされていました。こちらのホテルではアラカルトでのオーダーとビュッフェの両方を楽しめるスタイルなんですけども、どちらもメニューがすごいんですよね。あ、日本語メニューもあるんじゃないですか。そうだ、日本語のメニューがあるんだね。あったあった。すごいね。日本語はいいね。日本語楽だね。楽。ではビュッフェを見ていきましょう。見た目も素晴らしいですよね。キノアサラダ、サラダバー、ハムも美味しそうです。オリーブが3種類並んでいます。オクラのマサラ、ほうれん草のキッシュ、ナスのカレー、リヨン風ポテト、ベーコンとソーセージ、ブラックペッパーチキン、日本風ビーフカレー、マカロニチーズとハム。こちらはライブコーナーです。オムレツは目の前で作ってくれます。ポテトチーズコロッケ、唐揚げ、なんとお寿司のコーナーがありました。マグロとサーモンや巻物、ヤムチャのコーナー、チキン天津、チキンバオバン、エビ天津、パンプキン、エビ餃子。こちらはチキンとクラムのスープ、サルサとフィッシュケーキ。おかゆコーナーです。バリは果物美味しいんですよね。ヨーグルトやコンポートもありました。パンもスイーツもいろいろあって美味しそうです。ロブスターオムレツです。これが一番人気のやつ。これはすごいね。見た目もすごい。楽しみにしてた。インパクトある。おー、いい香り。ではでは、いただきますか。スープもすくいたいから。美味しそう。ロブスターゴロゴロ。このね、スープも美味しい、すごく。出汁が効いてます。ロブスター身が大きいよね。身が大きい。幸せ。シグニチャーエッグヌーベルっていうのは卵の殻に盛り付けたロブスター煮込み。ロブスターが入ってんだ。でパセリクリーム美味しい。ほら、出てきた出てきた。それロブスター。ロブスター。ああ、美味しそう。美味しい、めっちゃうま。焼きたてのクロワッサンをサーブしてくれました。はい。ヤムチャタワーになってんじゃん。ヤムチャタワー。これがエビです。これが多分かぼちゃのおまんじゅう、肉まん、チキンの肉まん。こんな感じ。すごい。ね、これだけでも多分美味しいんだろうけど、何かつけるのかな。これちゃんとついてると思う。お、なんかドロッとしたソース。美味しい。ソースつけるとまた美味しいな。しっかり味はついてんだけど、赤いのつけてみよう。これも辛そうなソース。これはチリだ。これは結構辛い。一番右の赤いソース。エッグベネディクト。すごいね。サーモンとハムと選べる。サーモンチョイスしました。カリッと焼いてるよ、パン。こんな感じです。食べやすそうな感じ。エッグベネディクト。このパンは何パンだろう。耳がすごいカリッとしてる。柔らかいんだけど。
美味しい。でサーモンがねすごい脂が乗ってる感じ。さあデザート来ました。オーダーのフレンチトースト。フレンチトーストだけじゃなくてこんな、ジャムとかバナナとかね、ストロベリーも乗ってます。アイスクリームですね。上にクッキーのトッピングをしてもらいました。最後にもう一回もらってきたんでしょ。すごい食べないと後悔しそう。なかなか確か食べられない。にこれはないよね。ないよ。見たことない。この卵のケースに入ってる意味はちょっとよくわかんないけどね。そうね、なぜ卵に入ってるの。さあ今日の朝食はどうでした。今日はちょっと食べ過ぎちゃった。でもすごかったね。朝すごかった食最高だったね。今までいろんなホテルで食べた朝食で最高じゃない。最高だね。ね、いやここダはね、ントツだね。ここはね朝食が有名なのわかるわ。ごちそうさまでした。おばさん大変です。心臓が止まりますよ。気をつけないと。でも気持ちいい。いいよ。もう気持ちいい。ほら。泳ぎができない。泳げないのかい。気持ちいいよ。ちょっと入ったら。どう。気持ちいいけど、いいね。もうここから降りれないよ。私は船になりたい。小舟に乗って。一寸法師になった気分。ここに行ってみましょう。水となんかフェイスミストとおしぼりで注文もできるみたいね。で注文呼び鈴もついてるという、すごいね。フットスパの時間になりました。フットマッサージを受けるためにスパにやってきました。どこに移動するにもバギーを利用できるのは楽ちんですね。ウェルカムドリンクはアセロラ。気持ちよかったね。ねえ、よかったね。30分のフットマッサージ。ね、30分でもすごい。もうがっちりね強くやってくれた。いやこれ帰り前だからすごいいいね。いいよね。終了後もドリンクをいただけて最高に贅沢な時間を過ごせました。チェックアウトの前にルームサービスでピザを注文してみました。2つカフェラテと、あとはホットコーヒーですね。そうだね。美味しい。これは良かった。最後に部屋でいただけて。美味しい。名残惜しいんですけども、チェックアウトの時間がやってきてしまいました。食事をはじめとして滞在そのものを満喫できるさまざまな施設、素晴らしいホスピタリティに大満足の宿泊でした。さて、空港へ向かう途中、地元のスーパーに立ち寄ってもらいました。ドリアンだって。おドリアンはダメだよ。この辺は安いね。30円から35円ぐらい、60円しないぐらいだ。この辺でも400円ぐらいだね。1900円ぐらい。やっぱこれは高いね。いい。これはちょっと高めでも、550円ぐらい。これいいんじゃない？これにしようか。25000円だから230、40円。あ、本当だ、ナシゴレンって書いてる。これ2000だから20円ぐらい。ご飯にただもうこれかけて
混ぜるだけじゃない。ああ本当だ。あ、チョコレートは結構するね。そうチョコレート、値段ね、これも可愛いけどこれ300円ね。以上する。うん、アイラブバリとかちょっと2つ3つ買っとこうかこれ。うんうん。5キロのお米がね7万9000だから750円ぐらい。この辺のミネラルウォーターは600ミリリットルが4000だからまあ35、6円。これで400円以上するからやっぱポテトチップスは高いね。こんな感じです。大量に購入しました。最後にングラライ国際空港に向かいます。帰国便はジャカルタ経由ですので、まずは国内線ターミナルから出発です。じゃあここで別れます。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。最高でした。楽しかったです。素晴らしい出会いに感謝です。6時30分の GA417 ジャカルタ行き。こちらがガルーダインドネシアのチェックインカウンターですね。そしてこちらがプレミアムチェックインだから多分ビジネスクラスはこちらからチェックインできるのかな。あ、そう、羽田まで送れますか。 OK、700円。 OK。 すごいすごいちっちゃくなる。いいねこれ。あ、いいかも。これ良かった。面白い。まずこれがジャカルタまでのチケットですね。こちらが羽田までのチケットということになります。ガルーダインドネシア航空のラウンジにやってきました。こじんまりとしたラウンジですが、2階まであり、上の階はファーストクラスゾーンと書いています。シャワールームもありました。サンドイッチやフルーツ、サラダバー、枝豆、チキンの醤油煮、野菜のソテー、ゆで卵とテンペの揚げ物。こちらはオムレツみたいな食べ物ですね。ミーゴレン、ガーリックブレッドやチキンの天ぷら。こちらのコーナーではインスタントですけどもラーメンなどを作ってくれますよ。マフィンやチップス、スイーツなどお料理は軽食中心ですね。そしてドリンクコーナー。ラーメンを作ってもらいました。丁寧に盛り付けをしてくれます。ガルーダインドネシアのラウンジで作ってもらったラーメンですけども、インスタントラーメンなんですけども、すごいね、このトッピングがね丁寧にいろんなの入れてくれて、結構バリ島で出てきた塩ラーメンみたいな。カルボナーラも作ってもらいました。美味しそうですよね。さあ、まずはジャカルタまでの国内線に搭乗です。国内線のビジネスクラスシートです。枕とブランケットですね。リクライニングはある程度できるのかな。あとはフットレスト、レッグレストが出てくるみたいです。まあ、広さ的にはこんな感じですね。スナック菓子いただきました。ドリンクはねアルコールはなしで、オレンジジュース、アップルジュース、それからお水から選ぶことができます。モニターはこちらにあるんですね。最前列なのでこんな感じのモニターになります。まあ実際にはね、マップぐらいしか見ないとは思うので、
これで十分かなと思いますけども、そしてリモコンはねこちらにありますね。テーブルはこんな感じですね。これ開いて大きくすることもできるということになっています。チキンとフィッシュから選べるんですけども、今回はチキンを選んでみました。右側にチキンがあって真ん中にご飯があってね、左側は野菜とお肉ですかね。あとはエビのクラッカーと、これはね多分飲み物じゃなくてデザートだと思いますね。こちらもちょっと何なのかよくわかんないですね。カレーソースだね、これ。美味しいです。ここでもインドネシアの料理です。このなんかお魚のすり身みたいなのかな。まずは無事にジャカルタに到着しました。飛行機がね1時間ぐらい遅れて到着したので、乗り継ぎがね4時間だったのが3時間ぐらいになってます。ここがドメスティックデパーチャーだから、これは国内線だ。インターナショナルデパーチャーってあっちに書いてある。おー、すごい、空港すごいね。大きい。全然違うよ。一番上が国際線出発なので、こっちに行ってみます。羽田便が今のところちゃんと予定されてます。チェックインはもうねバリ島で住んでるので、直接出国審査に向かいます。端まで来てようやく来ました。インターナショナルデパーチャー。巨大な空港でお店もたくさんありますね。時間が3時間近くあったのでラウンジに向かいました。ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港のラウンジは2階にありました。通路を利用したような細長いラウンジです。広さは十分ありますけども、かなり混んでいて席を探すのに苦労しました。サラダバー、ハンバーガーやサンドイッチ、ディムサムとマカロニチキン、チャーハンと唐揚げ、パンのコーナー、スナック類です。こちらはパスタステーション。お好みで自分で盛り付けます。マッシュルームスープ、黒いもち米のおかゆ、フルーツ、ビールはこちらのカウンターでいただけます。そしてジュース類、コーヒーやミネラルウォーター。広さはありますが、食材はバリ島のラウンジの方が揃ってる印象でした。時間になりましたのでゲートにやってきました。羽田行きは23時25分発。台風もそれていて、ここまで来れば一安心です。帰りの便もガルダ航空ビジネスクラス。機材はオーロと同じくポケモンジェット222の配列です。アメニティポーチは若干違っていて、ポルシェではありませんでした。
中に入っているフェイスミストとローションはバリ島のブランドのようです。深夜便ですので、食事は到着前の朝食のみ。洋食にあたる世界の料理と和食、そしてライトミール。ドリンク類は同様です。ウェルカムサービスはソフトドリンクとおしぼり。ジャカルタから約7時間半のフライトですね。今の時間が、夜の11時36分で到着が朝の8時半ぐらいの予定なんですけども、一応この時間で行くと9時ぐらいの到着になる予定ですかね。基本的には夜中のフライトなんで、寝ていくような感じですかね。おそらく朝食だけ出るような、そんな感じのフライトになると思います。結構揺れたので浅めの眠りでしたけども、5時間ぐらいがっつり眠りました。おはようございます。残り2時間ちょっとぐらいのところでもう外がね明るくなってきて、食事の準備が始まりました。食事はね、寝る前に、朝食必要かどうか、起こしていいかどうかっていうのを聞かれますので、その時に和食と洋食、あと洋食だと、ビーフとか卵料理から選べるんですけども、妻は和食で僕はビーフを選びました。今のところ飛行は順調ですね。おしぼりとオレンジジュースとミネラルウォーターを持ってきてくれました。まずは朝のフルーツですね。ヨーグルトとパンですね。これはジャムですかね。パンはね結構サクサク、あったかくて美味しいです。さあ、メインのお料理がやってきました。これはビーフ選んだんですけど、これがビーフでしょうね。柔らかくて美味しいです。朝食の時間がやってきました。私は和食です。すごい梅干しがあったり、大きいお魚がついてる。無事羽田空港に到着しました。久しぶりの海外旅行編、バリ島旅行いかがでしたか？海外旅行はめったに行かない旅来る夫婦ですけども、引き続きご覧いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。